久々の東京ドーム大会。今までで一番ぐらいずっと動けてるんじゃないですかね。東京ドームの内容で沸かせられるような試合になる、昔のノゲーラ対ヒョードルみたいな。そこに重ねたら僕は急にロマンが出てきて、オペラです。聖なるバリア、ミラーフォース。Welcome to リンヤマンチャンネル。今日は何ですか？今日は5月4日男祭り、はい、楽しみなカードを選んでお話ししてほしいな。わかりました。5月4日、久々の東京ドーム大会。僕は当日は ATT にいるんで、ペーパービューで見るんですけど、はい、楽しみな試合をちょっと喋っていきはい。はい。一つ目、もちろん、アーセン対富澤選手です、ね。はい。そのアーセンさんとも話しましたこれについて。少し。はい。本人はどういう心境とか言ってましたか？いい殺気をまとってました。静かなね。怪我の方もされてて、ただそれも回復して、調子いい感じに。こう年明けから今までで一番ぐらいずっと動けてるんじゃないですかね。結構期待できる試合には。もちろんアーセンのコンディションだけですね。富澤選手が持ってる左の蹴りとか交通事故をこう狙ってくると思うんですけど、そこはやっぱアーセンからしても怖い差はもちろんあるし、もっと会見とかで喧嘩ふっかけていくのかなって思ってたんだけど、意外とそんなこともなく、冷静になんか正々堂々みたいなことを言ってて、だからアーセンも逆にそれを履き違えないで、相手の土俵でとかも思わないで、ただ単にやることをやって倒してちゃんと丁寧に決めるっていうことをしに行けば、今は間違いない寝技のコーチもついてるし、絶対決めれると思うんですけど、試合に向けての準備の中で事故に遭ったらどうしようみたいな、なんかその怖さから来る緊張でこじれていくことってあるんで、格闘技って、どんだけやっぱ普段真面目に練習頑張ってても、考えとか相手の雰囲気とかを見すぎたりしないっていうことができれば絶対大丈夫だと思います。これはどうしてもアーセン寄りですけど、僕は。それはそうですよね。近距離の回転も速いし、蹴りもそこからコンビネーションで出るんで、危ない距離っていうのは持ってるんで、アーセンもそこは警戒はちゃんとしてました。いい感じのバイブスでしたね。そうなんですね。アーセンは福田選手ともやり合えるスキルもありますし、その辺は全然大丈夫だと思います。自分のいい構え、いい呼吸でいればっていう、ここに尽きると思います。二つ目。太田忍さん対ダニー・サバテーロ。アメリカントップチームからダニーですね。なるほど。忍さん ATT ファイター3人目です。なるほど。何の選手なのこの人は。レスリングですね。そうなんだ。リーチがあって。レスリング対決になるってことですか？そうですね。MMA での。だからでもお互いスタイルが違うんで、グレコとフリーなんで。だからどういうね、ダニーはやっぱダブルレッグがすごい、リーチもあって、引っ掛けてからが強いんで、厄介なタックルを持ってる選手です。なるほど。どっちがどっちなの？太田忍選手はグレコの方です。グレコの方ね。腰痛の攻防とか、脇刺してからガブリーとか、スタンドバック取ってからとかはすごい展開をいっぱいいろいろ持ってる選手。でもあの人ってフリーもやって強かったし、なるほど。なんか動物的に全身のなんかその感覚、バランスを取る感覚を持っている人だから、タックルもちゃんと切れるし、ダブルレッグも。普通に、だから MMA レスリングにも絶対アジャストしやすい人だと思うんです。お互いやっぱ体力で勝つっていうスタイルなんで、これめっちゃ噛み合う試合になると思います。そうですよね。で、超アグレッシブな。スタンドゲームだと、多分ダニーの方がいろいろ多彩なものは多分持ってると思うし、リーチがあるんで、忍さんはこう中に入っていかなきゃいけない展開にはなると思う。でダニーもリーチ化してっていうよりやっぱ自分から行くタイプなんで、どうなるかっすね。だからいずれにせよ、ごちゃごちゃなります。だからめっちゃ湧くと思いますね。展開で。東京ドームの内容で沸かせられるような試合になるんじゃないですか。こういうのがね、意外と50秒 KO とか勝ったりするんですよね。すごい面白い試合にはなると思う。
次、3つ目いいですか？ 3つ目、はい。クレベル対シェイドライフ。これは、昔のノゲーラ対ヒョードルみたいな。まあだからどっからでも決めるみたいな、ポリシー持って戦ってるクレベルと、はい。まあ当時のノゲーラ。は体の強さ、ブンブン振る、パウンド強い、まあ、決めれるみたいな。ザ・サンボスタイルみたいな。シェイドライフがサンボ出身かどうかわかんない。そこに重ねたら僕は急にロマンが出てきて、最初は、クレベルもうちょい休みたかっただろうに、大変だなとか、こんな強いの来ちゃって大変だなとか。確かに確かに。クレベル行ってほしいっすよね。守ってほしいなって思いはありますね、僕は。5ラウンドでやってほしいな、これ。プライドの2004大晦日のノゲーラ・ヒョードルのリマッチの時も、もうちょい時間長引けこれノゲーラまくってくんじゃねえかっていう展開だったんですよ。やっぱ瞬発力は短い分数の方がやっぱ強いんで。シェイドライフ多分体パンパンにあるじゃないですか。多分2ラウンド中盤まで制圧するのはむずいんですよ、絶対。張りがある中での攻撃をしのいで、張りがなくなってきてからクレベルタイムが来るんですよ。これをしのげるかどうかなんですよ。ノゲーラはしのいで、ノゲーラタイムにシフトしてったんですよ。ただ時間切れで、まあ判定ヒョードル。全体の中ではヒョードルがコントロールしてる。早いところで山場を出させないといけない。シェイドライフ。ただそれをしのがないともいけない。はい。その2ラウンド中盤ぐらいまでは、クレベル選手が決めることも難しいってこと？いや、なんだろう、汗もかいてないっていうのもあるから、パワープレイで来たところに、クレベルが冷静に見てたら、護身術が発動するかもしれないです。聖なるバリア、ミラーフォース。ピシッピシッアーチュレッターみたいなことっすよ。なるほど。けど、難しいっすよ。最初からごっちゃごちゃの展開になれば、クレベル行くような気がする。強いパウンドをもらわなきゃでも意外といけると思うんだよな。パウンド打たせつつも強いのをもらわなきゃ、下からうるさくして、でもポジション取らせない。シールドライフ向きにさせて、まあ考えるでしょうから。楽しみです。スタンドはね、意外と僕、クレベルの方が引いちゃって、アドバンテージあるんじゃないかって思ってるんで。まあわかんないです。わかんないですね、それはね。取ってたんです。大丈夫、問題ない。はい。以上で、東京ドーム5月4日男祭り、楽しみなカードについてでした。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。朝倉選手に対戦相手をリンヤマンが選ぶとしたらアーロン・ピコとかね。アーロン・ピコ。いいんじゃないですか？ベラトール。ベラトールの選手。まあわかんないです。結局リンヤマンわからない。わかるわけないじゃないですか。